こんにちは。空き缶で色々作ってる人です。今回はニコニコデビュー以前、YouTube に投稿していた動画のダイジェスト版です。そのままセルフ転載するのも長いし、申し訳ないので、当時はまだ採用されてなかった私の音声を追加しました。あと編集済みのデータをいじってるので色々雑です。生ぬるく見てください。そんなわけで1個目。染色者も安心して使えるメースです。作ったのは2022年の12月。いつものみちみち展開図面。複数作る部品は省略してあります。ここからは昔の切り抜きに音声をつけたところです。一度に2パーツ分書いてます。全パーツ切り出し終わり。滑り止めらしくていい感じ。2022年製の空き缶メースです。突然増えてますが、当時滑り止めの色を間違えてしまったので、ついでにもう1本作成したんです。モードン機なんていくつあっても困らないので OK。長さだいたい6cm。実在するものは8枚刃が多いらしいです。スケールはもちろん12分の1。写真も昔撮ったやつ。同じもので別ポーズ考えるの大変っす。痛そう。ダイジェストその1、メースでした。2つ目、処刑人の剣ことエクスキューショナーズソードです。2023年3月に完成。メースとの間にもいくつかあるんですが、別シリーズでまとめられそうなのでその時に。エクスキューショナーズソードの魅力といえば、切っ先が丸く実戦には不向きな刀身と、模様や碑文が刻まれた側面が特徴です。でもこのサイズに文字を刻むのは難しいし、かっこいい英字の文言とか思いつかん。ということでそれらしい模様でごまかしてます。作業はこんな感じ。模様を描くためのグリッドを描いていきます。図面を睨みながら 2mm 飛んで 0.5mm みたいにつぶやきながら黙々と作業。途中経過まだ半分くらい。表に見えるように針でドットを打っていきます。目印のドットは最小限にしてます。あとは全速のようにドット間の塗装を剥がします。下地のシルバーが見えていい感じ。もう半分描くよ。両面分描けました。ブレード以外の設計は最近のと似た構造なので省略。最後にハトイを接着すれば、2023年製の空き缶エクスキューショナーズソードです。約 110mm、刃の厚みは 2.5mm ぐらい。もちろん切れ味ゼロ。おもちゃなのでかっこよければよし。戦闘用じゃないので攻撃性は低いらしい。編集前の画像なかった。元キットの武装と、もはや専用装備。
3つ目、モンエナ間のレイピアです。2023年8月投稿。この時初めて細長いタイプの剣に挑戦しました。ちょっと前の仕込み杖シリーズ、剣の設定はこれの転用でした。レイピアの魅力は何と言ってもこのハンドガード。スウィプトヒルト、スネークヒルトなどで呼ばれる拳を守る部分。ここが決まらないとレイピア足りえない。という執念で何とか再現しました。一部をダイジェストでどうぞ。スウィップヒルト部品。この辺も設計はシンプル。わーい。メインとも言えるスウィップヒルトを作ります。ブレードの根元とつながる部分。ここら辺はどうしても微調整に時間がかかりますね。X。ヒルト部品は全部板バネ状態なので接着にかなり神経使えました。レイピアホンダーはこれで完成。せっかくなのでソードベルト追加。これを組み合わせると、こんな形に。角度をつけて対等できるようになっています。2023年製の空き缶レイピアです。長さ約 95mm。12分の1想定ですがそのまま小さくした時よりも気持ち長めに作ってあります。持たせた時にハッタリが効くので。中は空洞なので見た目よりも脆いです。たこ焼きくらいなら刺せるかも。グリップは持たせやすく、遊びやすいように大きめにデザイン。剣が細すぎてなかなかピントが合いません。体験状態。今回のラスト。2024年1月作成。ほぼ1年前。これはインドの刀剣、ウルミです。こちらはある動画にいただいたコメントにて、素材的に緩みが作れそう。というアドバイスがきっかけになり挑戦してみた次第です。ブレードの切り出し、一周丸ごと 150mm。切り出す場所は厚みが一定で柔らかい缶の中腹部分。表面側の塗装を剥がしていきます。スポンジやすりでエッジを丸めます。ウルミと縦の部品が揃いました。ここは修理とギミックの兼ね合いで接着しません。フレキシボ。縦を組み立てます。実際のカラリパヤットで使われるものは平面的なのですが、金属を使う都合上、普通のラウンドシールド的にアレンジしました。演舞用の縦に見られる特徴的な大きいリベットのような部分を作ります。こういう造形はハンマーの打ち出しが良さそうですが、アルミ缶板の薄さでやると突き破ることが多々あるので、先の丸い道具で地道に押し出していきます。その時間20分前後。最後はヤスリと毛書き針で1000円に近づける。2024年製の空き缶ウルミです。
細く切って磨いただけという超シンプル構造。詳しい資料があんましないので、細部はオリジナル要素多し。そこそこ自由に動きます。うにょうにょ。ピンと張ると約 155mm。カラリパヤットのポーズ、なかなかに難しい。ブレードを丸めて握ることもできます。腰にベルトとして巻きつけることもできるよ。また、ブレードの取り外しができるので、3枚がバージョンに組み替え可能です。方位クリップの方は試作品。縦の裏表。以上、過去作ダイジェストでした。今回まとめられなかったものや、そもそも動画活動以前のやつとかあるので、改めて写真を撮ったりするんで、今後まとめ会が何個か続く予定です。過去作をこすらせてください。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それじゃあ、またね。